今日は久しぶりにフットリフレクソロジーのセルフケアをやっていきたいと思います。今日のセルフケアはですね、いつもとは別の角度からお伝えしていこうと思っていまして、今日はホルモンを生成している器官に焦点を当てて解説していこうと思います。今日はリラクゼーションサロンアクアが足つぼの時に使っているオイルですね。こちらを使ってセルフマッサージしていこうと思います。オイルもいろいろ種類があるんですけれども、ライスジャームとカスターオイル、この2種類を使っていきますね。なんで2種類使うかっていうと、テクスチャーが違います。このカスターオイルっていうのがすごくドロッとしたオイルなので、足裏のマッサージをするときにはとても役に立ちます。特に足裏が角質とかで硬い方とかは、普通のオイルだと滑りにくかったりするので、このドロッとしたカスターオイルを使ってあげると、すごく、馴染みやすくなってきますね。でちょっとこれだけだと重たいので、さらっとしたライスジャーム、お米のオイルですね。これも適量混ぜて私はマッサージしていきます。ちょっと手に取ってみましょう。ちょっとテクスチャーをわかるといいんですけれども。わかりますか？このちょっとドロッと、ドロドロドロっと。じゃあこっち、このライスジャーム。動画じゃちょっとわかりにくいですかね。ライスジャームの方がさらっとしています。でこの2つを適量混ぜ合わせて、足裏に塗っていきます。滑りやすくなりましたね。では、今日はホルモンが作られている器官に焦点を当てて、足つぼをやっていくんですけれども、ホルモンは作られると、血液中に入って、全身に巡るようになっているので、やっぱりその血液の循環っていうのを司っている心臓ですね。ここをまずちょっと準備運動として刺激していってあげましょう。血液の循環を司る心臓のエリアをまずほぐしていきます。私自身の足のセルフケアですね、するの久しぶりなので、今ちょっと気持ちよくて長めに流してしまっています。普段めんどくさくてやらないんですけど、やっぱりやると気持ちいいですね。やっぱり気持ちいいなって感じる、心地いいなって感じる強さで刺激してあげるっていうのもすごくリラックスにつながると思うので、強くやればその分効くっていうわけではないので、気持ちいい力加減っていうのを目指していってください。と私の個人的な好みでは、棒とかもあるんですけれども、やっぱりこの手の関節の、柔らかさと硬さ、程よい
硬さと柔らかさっていうのが、私はやっぱり一番心地いいなって感じてます。他の、木とか石とかの素材よりも、この体の硬さと柔らかさが私は心地いいなって感じるので、基本的には私は自分の手でこうやってセルフケアもしていきます。でまず、足の反射区、この親指のエリアですね。ここが頭の反射区っていうのが集まっている場所になります。頭、大脳、脳下垂体、あと三叉神経、小脳。三叉神経も顔の神経ですね。ここに鼻。ここが頭のエリアになるので、ホルモンっていうのは頭でいろいろたくさん作られているので、この親指のマッサージですね。これちょっと念入りにやっていきましょう。ここですね。まず頭、大脳。大脳の働きっていうのは、感情のコントロールとか、記憶力っていった思考や感情、記憶を司る中心的な役割をしているのが大脳になりますね。次に脳下垂体。脳下垂体は点押しでぐーっと押していきます。脳下垂体では成長ホルモン、甲状腺刺激ホルモン、副腎皮質刺激ホルモン、オキシトシンなどたくさんのホルモンが作られています。成長ホルモンは体の成長や細胞修復、代謝促進などの効果があるので、しっかり機能してほしいですね。あと、頭の消化体っていうところでは、メラトニンっていうホルモンが作られています。睡眠を司るホルモンですね。で、睡眠を大事にしている方はすごく気になるホルモンだと思うんですけれども、この消化体の反射区っていうのは、反射区解説には入っていないんですけれども、入ってる足つぼの解説もあるのかな。でも消化体っていうのも脳の一部になってくるので、きっとこのエリアにあるとしたらあるはずなんです。なので、睡眠を司るメラトニンですね。消化体で作られています。この辺も刺激したいってなると、大脳とか脳下垂体、この頭エリアが集まってる親指っていうのをしっかりケアしてあげることで、きっと一緒に刺激がいくはずになってます。消化体ではメラトニンっていう睡眠を司るホルモンが生成されてますね。で、そこのバランス調節がうまくいくように、親指をしっかり流していきましょう。親指の付け根のあたりですね。このあたりは首の反射区になってきます。この後説明していく甲状腺とか副甲状腺。このあたりも首に近いエリアなので、もう一緒にもう親指は全体的にしっかりほぐしておきましょう。首の疲れとかがね、
気になっている方もいると思うので、反射区のエリアとしては、頭、大脳、で、脳下垂体。三叉神経、小脳。首。で、次が甲状腺ですね。甲状腺はこの親指の膨らみに沿ってぐーっとエリアがあります。この甲状腺ではチロキシンっていう基礎代謝を調節するホルモンが作られています。なのでこの甲状腺で作られるチロキシンですね。なので甲状腺の働きが乱れてきてしまうと、基礎代謝を調節するホルモンなので、太りやすくなったり、逆に痩せすぎてしまったりっていうことが甲状腺の機能がうまく作動しないと起きてきてしまいます。親指の付け根からぐーっと。で、この横、ここのサイドですね。ここは、この足の腱がちょっとこうある場所なので、ここグッとやってしまうと、腱を痛めてしまう原因にもなるので、痛くない程度に流してあげるっていうのもコツですね。ここは痛みが出やすい場所なので、加減しながら回るように流してあげてください。甲状腺の横が副甲状腺。甲状腺と副甲状腺で血中カルシウムの濃度を相互に調整するようにホルモンが分泌されているので、甲状腺と副甲状腺っていうのは両方刺激してあげてください。はい。で、次にですね、副腎。腎臓のエリアをちょっと突き上げるようにグッと押します。腎臓のエリアをグッと突き上げるように。この副腎で作られるホルモンがコルチゾールになりますね。このコルチゾールっていうホルモンがストレス応答をしてくれるホルモンになってまして、体がストレスを感じるとコルチゾールが大量に分泌されていきます。で、ホルモンは適切な量で分泌されることが大切なので、多く分泌されればいいっていうわけではないです。なので、例えば、この副腎ですね、コルチゾールっていうホルモンを作っている副腎では、コルチゾールを作ると同時に、やっぱりその、コルチゾールを放出する量っていうのも、調節してくれている
期間になるので、ホルモンがたくさん出ますようにっていうよりは、コルチゾールを司っている副腎が正しく機能してくれるようにケアしていくっていうイメージが大事になっていきます。コルチゾールにも睡眠に携わる作用っていうのがありまして、コルチゾールは分泌に1日のリズムがあります。朝にコルチゾールが多くなって、夜は少なくなっていく。要はコルチゾールが多くなると、ちょっと目が覚めていく。なので眠る前っていうのは、逆にコルチゾールの量が少なくなっていかなきゃいけないんですけれども、このリズムとかが乱れると、疲労感や睡眠障害、体調不良などが起きやすくなってきたりっていうのがありますね。なので逆に、その寝る前とかに、強く刺激しすぎてしまったりとかすると、逆に、ストレスを感じて、もしかしたら、コルチゾールの量とかが、乱れてしまったりっていうこともあるかもしれないので、本当に心地いいなって思う強さっていうのを大事にセルフケアはしていった方がいいと思います。はい、じゃあ次は、膵臓ですね。いつも胃膵臓十二指腸、このエリアですね、一緒に流しています。で、今日も胃膵臓十二指腸ですね、一緒に流してしまいたいと思います。で、膵臓で作られるホルモンがインスリンとグルカゴンになります。血糖値の上げ下げをしているホルモンになりますね。相互に作用しているので、膵臓の機能が低下しないようにいたわってあげるようなイメージで流していってください。でここも結構痛みが出やすい場所だったりするので、関節よりも私はちょっとこの平べったい場所を使って流すぐらいが私は心地いい場所になってきます。いい膵臓十二指腸。血糖値の上げ下げをしてくれるインスリンとグルカゴンが作られている場所になります。で、足裏のメインエリア、小腸。小腸を囲むように、横行結腸、下行結腸、S 字結腸ですね。この腸内ではですね、有名なセロトニンが作られています。セロトニンは主に腸内で作られるんですけれども、一部は脳内でも作られているみたいです。でも 90% のセロトニンは腸内で作られるので、腸内環境っていうのは多分すごく大事ですね。腸内環境が悪化してしまうと、セロトニンの生成が減少してしまって、消化機能やメンタルヘルスにも影響を及ぼしてしまったりするので、腸内環境を整えるには、食事だったり、あとセロトニンは日光を浴びることが大事だったりっていうのがあるんですけれども、それをサポートするように、この腸内、腸内環境の乱れをケアするサポートとして、
この足裏のマッサージっていうのも一緒に入れてあげるといいかなと思います。脳内で作られるセロトニン、10% のセロトニンっていうのは、腸で作られたセロトニンとは独立して機能しているようです。あとセロトニンは気分の安定や、さっきもご紹介した睡眠に携わるメラトニンっていうホルモンですね。このメラトニンを生成する材料にもセロトニンはなるそうなので、腸内のエリアっていうのはしっかり刺激していきたいですね。以上が足の反射区で解説する主なホルモン生成の器官になってきますね。まずホルモンは血中を通って全身に運ばれるので、まず心臓を刺激していってあげる。で、頭のエリア、大脳とか脳下垂体、あと消化体なんかも刺激してあげたいので、親指をしっかりマッサージしていく。で、基礎代謝の調整などをしてくれる甲状腺で作られるチロキシンですね。血中カルシウム濃度を相互に調節してもらうために、甲状腺と副甲状腺、どちらも刺激していきます。で、ストレス応答してくれる、コルチゾールが生成される副腎ですね。この腎臓のエリアの上、ぐっとこう持ち上げるような感じでぐーっと押してあげます。コルチゾールを分泌してくれている副腎。で、血糖値の上げ下げに関係する、インスリンとグルカゴンが出てくる膵臓ですね。腸内環境を整える、腸内エリア。小腸を囲むように横行結腸、下行結腸、S 字結腸。で、あとこのかかと周りですね。ここが生殖腺周りになります。男性だと前立腺子宮。で、こっちの外側ですね。外側に、こっちの外側ですね。こっちが卵巣と精巣のエリア。で、卵巣と精巣で、また、女性はエストロゲン、プロゲステロン。で、男性だとテストステロンっていうのが作られてるんですけれども、繁殖的にはこっちの外側っていうことになってるんですけれども、多分立体的に見ると、このかかと全体的に多分刺激してあげた方がいいと思うので、
全体刺激してあげた方がいいと思うので、ちょっとね、かかと周り冷えてる人とかは、こう全体を温めるように、全体的にマッサージしてあげるといいんじゃないかなと思います。足の甲で言うと、ここが胸部のあたりになる。横隔膜があって、胸腺っていう場所で、チモシンっていう免疫細胞の成熟を促進してくれるホルモンがあるみたいなので、この辺もしっかり流していきます。免疫細胞、T 細胞の成熟を促進してくれるチモシンっていうホルモンが胸腺で作られてるみたいなんですけれども、T 細胞って働く細胞に多分出てきますよね。ちょっと最近、見たんですけども、ちょっと忘れちゃったので、また見直したいと思います。左足で解説しましたが、右足も同じエリアに、頭のエリアとか、甲状腺、副甲状腺。で、副腎、右水道、十二指腸、小腸。あと、この生殖腺周り。右側もあるので、右も一緒に施術してあげてください。では、今度右足ですね。説明する内容としてはほぼ一緒になってきます。一緒にセルフマッサージしていきましょう。もうちょっとドロッとしたカスターオイルとサラッとしたライスジャームですね。ふくらはぎとかはライスジャーム単品で私は使っています。足裏だけこのカスターオイル。ではちょっと右足には心臓の反射区はないので、親指からいきたいと思います。頭、大脳のエリアですね。感情のコントロールや記憶力。感情のコントロールや記憶力を司る中心的役割をしているのが大脳になりますね。脳下垂体で成長ホルモンが作られます。細胞の修復や代謝の促進などをしてくれるホルモンですね。結構皆さんが気にされている睡眠に携わるホルモン、メラトニンですね。メラトニンっていうのが消化体で作られます。消化体も脳の一部なので繁殖としてはないんですけれども、きっとあるとしたらこの頭のエリアにあるはずです。なので親指は全体的にしっかり刺激していきたいと思います。
親指の付け根が首ですね。首も疲れている方とか多いと思うので、親指しっかり流していってあげてください。と側面にあるこの三叉神経ですね。三叉神経は顔面の神経になります。眼神経、目の神経とか、あと顎の神経、咀嚼筋とかの顎の神経なんかを司っているので、ちょっとこう食いしばりが強い方とか、そういう方は三叉神経もケアしてあげるといいですね。小脳。あと目、耳が疲れている方とかもね、一緒にこの辺施術してあげて大丈夫です。で、甲状腺ですね。基礎代謝を調節してくれるチロキシンっていうホルモンが作られています。甲状腺。甲状腺の機能が乱れてしまうと、すごく太ってしまったり、逆に痩せすぎてしまったりっていう障害が起きてきたりします。甲状腺と副甲状腺で血中カルシウム濃度を調節してくれているので、調節してくれているホルモンが出ているので、甲状腺とこの副甲状腺ですね。ここは一緒に流してあげます。甲状腺、副甲状腺。ストレス応答してくれるコルチゾール。コルチゾールっていうホルモンが作られる場所が副腎になりますね。腎臓のちょっと上、ちょっと突き上げるように押します。副腎ではコルチゾールっていうホルモンが作られています。ストレスに反応してコルチゾールっていうホルモンが出てくれるんですけれども、出過ぎてしまうと逆に不眠の原因になったりっていうのはありますね。なので、たくさん出せばいいものではなくて、あくまで調節して、必要な分量が分泌されるっていうのが大事になります。コルチゾールは、朝に最大量分泌されて、正しければ、夜には分泌量が少なくなるホルモンです。なので夜にコルチゾールが出過ぎてしまうと眠りにくくなったりということにもなります。なので、その調節をしてくれている副腎ですね。この副腎に正常に働いてもらうために気持ちいいぐらいの刺激でケアをしてあげてください。で、膵臓ですね。いつもいい膵臓十二指腸を一緒に流しているので、今日も一緒に流しますが、膵臓ではインスリンとグルカゴンっていう血糖値をコントロールしてくれるホルモンが出ています。で、腸内小腸。右側は、小腸の側面に、上行結腸と膀胱結腸。この腸内では、セロトニン、
90%のセロトニンは腸内で作られています。セロトニンは気分を安定してくれたりとか、消化機能を助けてくれる働きがあるので、ちょっと小腸というか腸内の動きが悪くなってしまうと、セロトニンも少なくなってしまったりすると、気分が不安定になってしまったりとか、腸内環境が悪くなっていってしまったりするかもしれないので、食事とかとね、一緒に足裏のケアでも気にしていってあげましょう。かかと周り、生殖腺。内側が、前立腺子宮。足の外側ですね。ちょっと見えない。外側に、睾丸と卵巣なんですけれども、立体的にかかと全体ですね、を刺激してあげるように施術していきたいと思います。卵巣と精巣で、女性だったらエストロゲン、あとプロゲステロン。男性だとテストステロンっていうのが作られます。で、足の甲ですね。胸部、横隔膜があるあたり。胸腺っていう場所で、免疫細胞を育ててくれるホルモン、チノシンですね。作られているので、この辺もしっかり流していきます。両足の施術を終わりました。冬はね、ただでさえ足がすごく冷たくなってしまう方多いと思うので、こうやって足のマッサージをしてあげると、だいぶ血流が良くなりますね。冷えていた足もだいぶ温まりました。皆さんもお家でケアしてみてください。